元気なのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はアドリア海の宝石、モンテネグロを紹介するのだ。実はみんな知ってた？モンテネグロって、EU の仲間じゃないのに、お金はユーロを使っているのだ。しかもこれ、EU の許可をもらわずに、今日からうちもユーロなのだ。で、一方的に使い始めちゃったらしいのだ。びっくり仰天なのだ。今日はそんなモンテネグロからとっておきのニュースを3つ持ってきたのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。鉄道車両保守の統合2026年までに実現へという記事なのだ。なんと970万ユーロもの大赤字を抱える鉄道車両保守会社を救うためのとっても大きな改革なのだ。これが成功するかどうかでモンテネグロの鉄道の未来が決まっちゃうから、ずんだもんもドキドキしながら追っているのだ。ずんだもんの解説、ちょっとでも面白いなって思ってくれたら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、みんなで一緒にモンテネグロの最新ニュースを見ていくのだ。皆さん、今日はアドリア海の宝石、モンテネグロをご紹介なのだ。バルカン半島南西部に位置し、青く輝くアドリア海に面しているのだ。首都はポドゴリツァ。この国は2006年に独立した若い共和国なのだ。人口はおよそ62万人と小さな国だけど魅力はたっぷりなのだ。主要産業は観光で、ユネスコ世界遺産のコトル湾や壮大な山々など手つかずの豊かな自然が大きな魅力なのだ。東方正教の文化が色濃く、歴史ある美しい街並みも特徴なのだ。現在は EU 加盟を目指しており、今後のさらなる発展が期待されているのだ。美しい景色と温かい人々が待つモンテネグロへ、ぜひ一度訪れてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。ウチッチ氏、セルビアの大統領、議会選挙、2026年末に、という記事なのだ。セルビアのアレクサンダル・ブチッチ大統領が大切な発表をしたのだ。大統領選挙と議会選挙は2026年12月か、もしかしたらもっと早く一緒に開催される可能性が高いのだって。大統領の任期はまだ1年半残っているけど、短くなるかもしれないらしいのだ。そして一番のポイントは、憲法を変えてまで再出馬はしないって、はっきり言ったことなのだ。これはセルビアにとって大きなニュースなのだ。大統領は憲法を変えたくないのだ。もう大統領には立候補しないのだ。で、テレビピンクで話したらしいのだ。二つ目のニュースなのだ。鉄道車両保守の統合、2026年までに実現へ、という記事なのだ。モンテネグロの鉄道輸送会社、TCG が、経営の厳しい鉄道車両保守会社 OVS を吸収統合する計画を進めているのだ。 OVS はなんと970万ユーロもの累積損失を抱えていて、破産を防ぐための措置なのだ。政府が去年統合を決定して、つい最近コンサルタントとの契約も結ばれたばかりなのだ。この統合プロセスは数ヶ月かかる見込みだけど、年内遅くとも次の四半期には終わることを目指しているのだ。コンサルタントには約2万3000ユーロが支払われるのだ。経済学部の調査では、人員削減とコストカットを伴う合理化をしないと効果がないって言われているのだ。もし統合が失敗したら、鉄道交通に大きな影響が出ちゃうから、この統合はとっても重要視されているのだ。3つ目のニュースなのだ。ビジェスティ2025年10月6日付の一面という記事なのだ。モンテネグロのニュースサイトビジェスティが2025年10月6日付の新聞表紙をオンラインで公開したのだ。この記事は同日午前6時に公開され、主要な記事内容を見ることができるのだ。現在の閲覧数は353回で、まだコメントは0件なのだ。サイトでは10月5日や4日など、過去の新聞表紙も確認できるようになっているのだ。今日はアドリア海の宝石、モンテネグロをご紹介したのだ。美しい自然と歴史、EU 加盟を目指す若い国の動きに
これからも注目なのだ。セルビアの選挙や鉄道改革など、この地域の動きにも注目なのだ。ぜひ一度モンテネグロに訪れてほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。